時価総額230億円のその時代で奇跡的だったんです。皆さん、世界一金持ちだった村をご存知でしょうか。かつて世界一と称された村が中国に存在していて、その名は華西村。住民は家も車も教育も全て村から与えられ、1人当たりの預貯金が1000万を超えていると言われていました。鉄鋼、不動産、観光で莫大な富を築き、一時は数兆円規模の農村となっていたのです。しかし今その村は事実上財政破綻を迎えて、なぜ世界一豊かだった村は今潰れてしまったのでしょうか。しかし観光業だけは未だに残っているということで、今回はその不思議な村を確かめるべく中国に行ってまいりたいと思います。華西村は上海から車で2時間半の場所に位置しており、朝からガイドの陳さんの車でホテルから出発します。3時間4時間いや2時間半ぐらい。何してるのこれ。ここが華西村、華西村、来ました。世界一金持ちだった村。村の中にはツアー会社があり、観光客向けに電動カートで案内してくれるサービスも用意されています。まずは村民が無料でもらえる住宅を案内してもらいます。これをただでもらってたんです。ところはね、みんなに平等で配ってたんですね。これをただで配っすごい。あっちは古いですよね。時代別で一つ一つですけど、ここは比較的新しい方ですね。じゃあ新しい家族ができてた若い者たちにこっちをあげてみたいな、前の人たちはこっちに住んでてみたいな。若い子供とかかけないですけど、人口とかですね、家族の人口に合わせて平等に配っていたものですね。すごいな。これがタダなんですね。華西村では村に住む人たちに一軒家や高級車が与えられ、病院代や学校、生活に必要なお金もほとんど村が負担していました。それはみんなで働いてみんなで豊かになろうという村を作ったリーダーである呉仁宝さんの考えから生まれたものでした。村の中にはきれいに並んだ大きな家が1100軒。それはただの贅沢ではなく、仲間で助け合って生きていく暮らし方の形だったのです。陳さん、こっちはもう古いから結構人がいなかったりするんですか？そうですね。こっちはちょっと古いんで、これはもっと人いないわけではなくて、ちょっと古くなってて、おそらくお年寄りの方しか住んでいないので、あまり修繕がされていない。その昔とかちょっと分かる範囲で教えてほしいんですけど、村とかで家を渡してた分の修繕とか個人でやってたんですか？どうでしょうね。作ったのは村が全体に作っててタダで渡してるんですけど、修繕はですね、今の時代は外壁とかは村でやると思うんですけど、だから外壁とはきれいにしてやるんですけど、中の分はですね、皆さん各自負担の分があって、だからここでやってますね。でも外壁も修繕してくれてたんだ。こっちが1980年代から90年代で、こっちが2000年代みたいな、どんどん新しくこうマンションを作っていって家を与えていってあげたみたいな。どこかなしか、まだ人住んでるんだね。その時代は一度良かった時代がありましたけれども、今は皆さんがもう都会に行っちゃって年寄りばっかり。陳さんが言うには、今も華西村に残って暮らしているのは、かつて村が最もにぎわっていた時代を知る人たち、つまりご年配の方々がほとんどだそうです。若い人たちはすでに都会へ出て行き、村には空き家が目立つようになってきているといいます。次に村の中心に位置する豊かさと理想を形にした象徴の一つともいえる幸福園。この鐘をちょっとついている。全部都两边撞啊！挺重的那么多安排。やったー。村が中国で
最も裕福なモデル村として発展した成功例を象徴し、観光客に村の繁栄や幸福感を体感してもらうために整備された庭園広場エリア、中国の農村改革と集団経済の理想を示す場です。また幸福園の中心には重さ148トンの幸福の鐘がそびえ立っています。この鐘は鳴らす回数によって異なる幸福を祈る祈福の鐘として親しまれています。すごいでかいな。鳴らしていいんですか？これ風ついてるよ。わ、すごっ。重たってちょっと待って、重たい重たい、めっちゃ重たい。これ手伝ってもらえませんか？これ一緒にこうでしょうか？この鐘は鳴らす回数によって祈る福の意味が異なります。1回は四季の安寧、2回は事業の繁栄、そして最後の9回目は国家の富と民の力。鐘の側面にも回数ごとの願いが動画では分かりにくいですが、レーザーで表示される仕組みになっているようです。見てみたい。崇拝したいな。で赤いネクタイをつけていますけど、それも社会主義ならではの特徴で、私たちは小学生の4、5年生から中学生まで、これ赤いネクタイをつけています。すごいね。これにいくらお金をかけたんでしょうか。本当に。スローガンは左から右になるんですけど、はい。大体分かりですね。まずは愛党ね、党を愛しますね。はい。共産党を愛する、愛国ね、愛国、国を愛する。でさらに愛家政、自分のふるさとを愛する。だから順番が、ああ、なるほど。順番がね、党を愛し、国を愛し、党村を愛し。は国の前にある。党は国にある。まずは党を愛する。それから国、それからふるさと、さらに向こうのスローガン。それから愛をやる。次に父親を愛する。次に友を愛する。最後に自分を愛する。自己を愛する。自分を愛する。だから社会主義の思想ではまずは国ですね。まずは党から始まった国です。もう本当に農地ばかり。その時代だともうこれはすごいね。これは何キロ先、何キロ先もね、みんな見える高層ビル、村、農村でね。その時代はそれあれなんです。これはあれを農村で建てたのすごいよね。しかしもともとはただの農村だったこの場所が、なぜここまで経済的に発展し華やかな村へと変貌を遂げたのでしょうか。その答えは村の歴史を今に伝える博物館の中にありました。できたきっかけはやっぱり最初は苦しかった農村地の生活だったので、皆さんそれを現状を変えたい。すごい。1928年、江蘇省の農村に生まれた呉仁宝さん。彼はもともと貧しい農家の出身でしたが、若くして共産党に参加し、1957年29歳で華西村の党書記、つまり村のリーダーに任命されます。就任当初の華西村はごく普通の貧しい農村でした。そんな中、呉氏は一つの信念を持っていました。村民みんなで働き、村民みんなで豊かになるべきだと。1980年代、改革開放の波が中国全土に広がる中、彼は村の未来を切り開くために思い切った決断を下します。本当に呉仁宝さん、カリスマみたいな存在だったんでしょうね。1980年代、呉仁宝さんは華西村の共産党委員会書記として中国全体の改革開放に合わせ、農村でありながら積極的に工業化と企業経営を進めました。村の利益は村民全体で分け合い、
彼のリーダーシップによって華西村はみんなで豊かになる村に変わっていったといいます。年代に今の金庫やビルを作ることができました。別荘地作ってる。そこだけはその時代で奇跡的だったんですね。東証ビル時代、これが1990年代になったってすごいね。すごいっす。すごいね。でそれに村のランドマーク作るのもただのランドマーク、金があるからって農村地でその時代に電話が使えるとかパソコンが入るとかっていうのが農村でめちゃくちゃ珍しかったことで、パソコンやすごいっすね。で。で医療費はもちろん無料。村の人。車、要は村で車を所有してたってこと。皆さんみんなに配る車ですね。村民に配る車です。もちろん先ほど申し上げました最初の村民の600人ほどの人たちだけですね。2021年まではこうやった形で反映してたんですよ。食品事業もやってる、病院もやってる、ガソリンスタンドもやってる、いろんな分野に手を出し始めて、結構借金で投資をし始めてるで、しかもこれ事業自体がこう波が激しい事業が多いから、ここら辺からきつくなってきたんじゃないかなって大輔が言ってたんです。華西村は鉄鋼、不動産、金融など多くの分野に事業を拡大し、一時は巨額の利益を上げて村民に還元していました。しかし一見華西村は経済的に成功を収めた理想の村のように見えますが、その裏側ではもう一つの現実が静かに進行していたのです。呉仁宝の死後も息子を中心とした一族が村を経営していましたが、村営企業華西集団は事業拡大のために多額の資金を借り入れていました。特に鉄鋼業など景気の波を受けやすい業種への依存、そして一部の金融投資事業の失敗がじわじわと経営を圧迫していきます。2016年時点でその負債額はすでに数千億円規模に達していたとされ、さらに近年では全体の負債が数兆円規模にまで膨れ上がったという報道もあります。そして2023年にはついに村全体の主要株式がわずか1元約20円で外部の投資会社に売却されました。この出来事は事実上の経営破綻と受け止められ、かつて生まれただけで勝ち組とまで言われた華西村のモデルはその輝きを大きく失いつつあるのです。これもう今は海外に外資に買われてるんです。この村の運営自体は。外資？ないと思いますね。どこかの企業、国内の企業が買ったんですか？村のね、はい。まあそうかもしれない。ちょっと詳しくわかんないですけど、それ資本上のことはわかんないですけど、ネットでは400億元融資した負債が残ってるっていうのを見たんですよ。それを誰かが買い取った。でもメンツ潰せないので、もう成功した事例としてね、はい、みんなに打ち上げたのですけれども、中国はいつもそうなんですけど、そういうところは絶対に倒させないので、どっかで支援してもらって、なるほど、はい、継続できるようにしますね。メンツ大事です。メンツ正しいと一旦正しいと言ったきり、もう永遠にですね、正しさを正当さを継続しないと。これってあれですか、やっぱり性格的な感じなんですか？まあ文化的にもそうなんですけど、そう一応はい一旦自分が言い出したらもうそれをね、ちょっとやっぱりね言いにくいですけどこの辺りで終わりですけど、また元に戻る。飯でも食いに行きましょうか。行きましょうか。
後でお店の人に聞こうと、いつからいるのか教えてくれるかな。何したっけ？何を聞きたいですか？破綻してからの生活はそんなに変わってないのかって聞いてほしいですか。说还是说不好特别看看村全体としての破綻があったらしいですけど、それの後にちょっといくつかグループに分けて個人で請負制にしてて、昔はたくさんこうボーナスとか年間でいっぱいもらったらしいんですけど、今はダメになってて少なくなってきてるんです。ただ昔はもう十分もらったからまだいい生活を暮らしてるよとオーナーさんが言ってるよ。だから会社自体は存続してるからまだ働いてるよって、何も仕事なくても村の村民の人たちは行って働いてる、給料そのままもらってると。陳さんの話を分かりやすくまとめると、村営企業だったものが今では個人経営となっており、自分たちで稼いでいるそうです。経営自体はうまくいっているとは言えないが、その分多額の貯金があるため生活には不自由しないそうです。まだ運営はしてるんだ。であの人はもう個人になってるから、もう個人でお金を稼いでみたいな。今の現状を確かめるべく村民の方に話を聞いてみたいと思います。とその前に、華西村が今も観光地として運営されているのはなぜなのか。その理由の一つが、かつての栄光を象徴する豪華な建造物。中でも圧倒的な存在感を放つのが、農村の中心にそびえる高層ビルロンシーホテル。高さは328メートル。2011年、村の豊かさを象徴するランドマークとして建てられました。そしてこのビルには観光名物として知られるある展示物も。それが純金で作られた黄金の牛。今からその実物を確かめるためビルへと向かいました。ただ実際こんだけ人が来ない中にこんな巨大なビルがまだ存続してるのが今回は本当不思議。なんか来てよかったです。異様ですね。異様。でも俺は金の牛を抱きついて持って帰るまで何億円ですか？1億円。違う1億円1トンだから36、今で言うと今金の価値上がってるから2280万だよ。2200 1トンだから230億。230億230億当時多分いくらだったのかな。10年前ぐらいだったらいくら。てか俺ちょっと不思議に思うのが、1トンの金があるじゃないですか。誰も取らんのかなって思うんですけどね。持っていけよ。いやちょっとずつでも削っていけば。純金じゃない説が。そうっすよね。俺もそれ気になるんですよね。金メッキの可能性もある。ある、全然ある。いや10年前だったら1トン46億だから今5倍ぐらいなの。すごいっすね。金あれがニュースとかになってた。ニュースになってたね。見た。わー楽しい。閉まるの早い。念願の金の牛です。金の牛です。見ますね。今日はそれを持って帰って200億円今の時価総額俺それを持って帰って日本で一旗あげようかな。ちなみに持って帰ったら駐在です金の密輸で。金の密輸で駐在になるかもしれない。そう竜と鳳凰ね入ってる。金なんか俺竜と鳳凰が理解できんやつ形的に。形的に
時価総額、230億円の牛がこちら。入れないよね。入れないでしょダメ触れる。ダメ今度持って帰ろう。ありがとうございました。だから昔の中国の農村の人たちの考え方なんですけど、自分はいくら金を持ってるというのを PR したい場合は金ですね。金製品とかですね。黄金の牛も見ることができたので、村民の方に現状の話を聞いてみたかったのですが、ダメそうです。ちょっと皆さんインタビューを受けてくれませんでした。話をしてくださる方々は皆村民ではなく、出稼ぎで華西村に来た人ばかり。我们来玩的，我们来玩的。地元の方じゃないから。地元じゃない人も多いんだな。実はこの加西の村は日本人に対しては謎かもしれないですけど、私たちに対しては謎です。同じ。だから別荘はみんなに配ったりとかっていうのは話はいつも最初から言ってるんですけど、でも本当に真実となってるか私も分かんない。あるのはあるかもしれないですけど、誰がどうもらってるのか、どうちゃんともらってるのかわからない。不思議な村です。そのままで、こんな今日のように真実を探求したくて好奇心で来てるんですけど、結局謎のままで帰ってしまう方がほとんどだと思います。なんかある記事によれば約 90% の資産はその村長さんの一族が持っていたっていう記事もある。で結局村長さんに逆らえずに、これこそ不思議なんやけど社会主義目指してたのに完全な資本主義の階級特急みたいな逆らえないみたいな、個人の資産なのか村全体の資産でお預かりしてるかというのがあるかもしれないですけれど、いろいろな言い方あるから結局謎のままです。破綻したと言いつつどう破綻したかのかは表には見えないっていう。ただ本当に金持ちだったんだなと、お金はあったんだろう、お金はあったんだろうなっていうのはすごい伝わりますね。それはあります。でどう消えていったんだろうか。帰りますか。帰りますか。はい、帰りましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。